黒帯チャンネルは普段ゲームを作っている人たちが面白いゲームを紹介したり、ゲームの作り方を解説する興味でクロート向けな YouTube チャンネルです。黒帯チャンネル。はい、こんにちは。黒帯チャンネルです。こんにちは。久々の登場、白帯ちゃんです。イェイ。今日はちょっと緩めに行こうかなと思っております。ちょっと気づいたことがあるんですよ。僕がですね、初めてちゃんとプランナーとして参加したここにあるですね、落書き王国2魔王城の戦い。ここに公式ガイドブックもありますが、これもね、僕が頑張って書いたやつでございます。これが発売されたのがですね、なんとウィキペディアを見ると2004年9月22日だったそうです。今年は2024年だからもうすぐ20年じゃないですか。そういうことですね。間もなく20周年ということでね、思えばもう20年もゲーム作ってんのかなっていうところとかね、これを作ってデバッグ頑張ってた時におぎゃーって生まれた子がもう成人式なのかみたいなね、ちょっと感慨深いものがあるなと思ってるわけでございます。20周年で何かお願い事するんですか？そう、なんかね、やりたいなと思ってはいるんですよ。一応開発のメンバーは9月22日にですね、みんなで集まって同窓会やりましょうっていう話は進んでるんですけど、それはね、表に放送するようなものじゃないので、せめてね、黒帯チャンネルだけでもですね、落書き2を振り返る放送をやりたいなと思ってはおります。何かしますか？ただね、ちょっと何をしようかなっていうのがまだ決めかねてましてですね、いろいろアイデアはあるんだけど、実際落書き王国2を久々に遊んでみながらどういうことやろうかなっていうのを今日は考えてみたいかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで久しぶりの落書き王国2です。いや、もうめちゃめちゃ久しぶりです。カメラもなんか左右が逆のような、これが主人公のピクセルくんですね。こいつが冒険する物語です。背中にくっついてるのがですね、なんとヒロインのパステルちゃん。犬に変身させられちゃってるんですけど、ヒロインが背中にくっついてるってなかなか斬新な今考えてもゲームかもしれないですね。こういう結構絵本チックなっていうか、画材とかいろんな素材をモチーフにしたこういうステージを歩いてきますね。なのでここは結構段ボールでできた森みたいな感じの一番初めのステージです。ちょっとね、落書き王国久しぶりにやっていくんですけど、やっぱり落書き王国はね、一応こうやって自分が書いた落書きに変身して戦っていったりする、アクションゲームなんですね。1が RPG みたいなポケモンライクなゲームだったのに対して2は自由にジャンプしたり敵と戦ったりしてギミック攻略したりするようなアクションゲームになってます。というわけでね、ちょっと早速落書きといえばということで、ちょっとアクションパートもね、いろいろ喋りたいこといっぱいあるんですけど、この辺のマップのプランニングしたのは全部僕なので、時間がなかったとかいろんな思い出話あるんですが、ノートの方見ていきたいと思います。これ見てる方、多分落書きやった方がみんな見てるんじゃないかと思いますがね、一応落書きの基本というのでね、こんな感じのゲームなんですよっていうのをね、解説していきたいなと思うわけですが、落書きといえば、なんでこのゲームができたかっていう一番スタートのところで言うとですね、東京大学に五十嵐武雄先生という今教授になられていますけども、この方がですね、1999年大学院生の時代に発表した、2D で描いた図形をスムーズに立体化するアルゴリズムのテディっていうね、テディベアのテディだと思いますけども、その論文を参考にですね、対等のプログラマーさんたちがテスト版を作って、これ面白そうだっていうところでこうできてきたゲームが落書き王国1で、それをアクションゲームにしたのが2っていう感じになります。まずね、テディっていう技術が何かというとですね、コントローラーで書くので、丸を書くのですらね、結構技術がいるんですけど、ちょっと綺麗に久々なので丸が書けますでしょうか。コントローラーでぐるーっと、ちょっと異物になりましたが、丸を書きますね。そうするとですね、わかりますかね。こういう感じで、お団子みたいなものができますよと。2D で描いたもの、平面に描いたものがこうやって簡単にスムーズな立体になりますよっていうのが、テディの技術になります。描いたものが立体になるっていうだけでも十分面白いんですけど、これが動いたら面白いよねってゲーム側のチームはそう思ったわけですね。どうやって動かそうか。こんなじゃあ丸いものを描いたからどうやって動かそうかっていうのを作ったのが実は落書き王国のチームだったりします。なのでその動く部分はですね、落書き王国のチームのオリジナルの要素になります。はい、こうやってね、もう丸を描きましたよ。お団子みたいなものを描きましたよってだけでこうやって体当たりしたりとかして遊べるっていうのが
落書き王国のすごいところですね。この動いたり戦ったりっていうところに関しては、五十嵐先生のテディではサポートされてない部分でですね、落書きのチームが、こう丸いものだったらこうやって体当たりするでしょっていうね、感じでこう作っていったっていう感じになりますね。動く部分に関しては、五十嵐先生もですね、その後スクイエレルっていうですね、新しい技術を作られてですね、こうテディで描いたキャラクターが空間上引っ張ってあげると手を動かしたり踊ったりとかモーションをつけたりっていうようなことが簡易的にできる仕組みを発表されているんですけど、対等の落書き王国に関してはここの技術は使ってないですね。立体化するところは五十嵐先生の技術を使いつつ、動かすところはオリジナルで作ったっていうのが対等の落書き王国になります。この動かす部分とかに関してはですね、対等結構特許取ったりしたんですけども、五十嵐先生のテディも1999年ですし、対等の特許もだいたい2001年、2年ぐらいにいっぱい取られたので、特許だいたい20年で切れることになりますので、2021年ぐらいから対等の特許ももう切れ始めてます。なので、実はですね、大きい声で言うと、あれですが、落書き王国と似たようなゲームをですね、今実は作り放題になっていたりします。なのでチャンスですね。うちの黒帯ゲームスで作ったりっていうことももう今できるようになってます。面白い技術なので、テディを使ったゲームっていろんなところから実は出てるんですけど、落書き王国オンリーのところっていうとですね、他のゲームはですね、この肉付けする、立体化するやつをですね、ボーン、要するに骨ですね。二足歩行で歩きますよとか四足歩行で歩きますよみたいな骨に肉としてペタペタペタって貼っつけていってキャラクターを作るっていうゲームは結構いっぱい出たんですね。ただ、落書き王国がすごいのは骨につけるんじゃなくて、絵を描くと勝手にそこに骨が生まれるっていう技術を使ってます。どういう意味かというとですね、例えば、ちょっとわかりやすく色変えて、ここに赤い足を生やしますよ。はい、ちょっとわかりやすく2本足にしましたよと。そうすると、さっきぴょんぴょん跳ねてたんですけど、この2本足があるよねっていうことを、自動的に感知して、こうやってですね、それっぽく歩きますよと。これは他のゲームでは先にこの足のモーションがあるところにこの赤い肉をつけるんですけど、落書き王国の場合は足を描いたらこういう風に歩くよという風な順番が逆になってるわけですね。ここが結構面白いところでユーザーさんが評価してくれたポイントなのかなと思います。ちょっとキモいですけど、でもそれらしくちゃんと歩いてますよね。僕プランナーだったので、この足をどういう風に描いたらどうなるとか設計したんですけども、何が一番大変かっていうとですね、どこまで異形の存在、変なやつを認めるかっていうところですね。もちろんいっぱい認めない方が、もう足は2本しか描けないよとかってした方が楽は楽なんです。バグも起きにくいんですけど、落書きっていうね、タイトルなんだから、もう楽しく好き勝手描けた方がいいよねっていうのももちろんあるわけですね。どこまで自由に描かせてあげるか。で、一番困るのがです。例えば足だとですね、3本足ってどうなんの？奇数足ですね。何でも自由に描いていいって言ったら当然3本足を描く人もいますよね。だから4本とか6本みたいなのは分かりやすいんですけど、3本足だったら左右交互に出すわけでもないしどうしましょうみたいな。で、これはですね、馬とかのモーションから1本足を取り除くみたいなことでちょっと無理やり3本足を実現してたりしますね。あと例えば今度は逆に消しちゃっていいの？消しちゃっていいの？完成だね。今度は逆に1本足だとどうなるかっていうと、妖怪みたいな状態になるよね。これは1本足は1本足用のモーションを作ってたはずですね。なので1本足は1本足のキックっていうとどうなるのっていうと、もうジャンプして蹴るしかないっていう、そういうことですね。こういうのを書いてこう動いてほしいなってユーザーさんが思った感じに 100% 近づけるのは無理なんですけど、なるべく形から想像できるような動きをしてくれるように作るっていうのが落書き王国作ってる時めちゃめちゃ大変だった
ところですね。他、細かいところで言うと、例えば車輪とかいうパーツもあるんですけど、車輪は絶対に地面にくっつかなくちゃいけないので、じゃあどうやってくっつけましょうかとか、頭の上に車輪を書かれちゃったらどうしましょうかとか、そういったところをプランナーが設計して、プログラマーさんと相談しながら作ったっていうのが落書き王国ですね。あの頃って平均年齢20代前半みたいなチームで作ってたので、みんなと深夜までああじゃない、こうじゃないみたいなこと言いながら作っててめちゃめちゃ楽しかったのを覚えてます。そういう意味では当時 PS2 のスペックでできる限り自由に書けるように作れたなという自信はあるんですけど、今の時代になって特許が切れたっていうところもあるのでね、また新しい挑戦もしたいなみたいなことを思っていますね。この自由度をね、どんどん上げれば上げるほどバグが多くなったりとか、作り方が難しくなってくるので、そこのジレンマはありつつも、今のスペックだったらもっといろんなことできたなっていうのがあったりします。じゃあね、なんか一個書いてみますかね、ちゃんとしたやつを。落書き王国ね、何がいいっていうかというとですね、とにかくね、早い。SNS とかでね、流行り物がいろいろ現れるじゃないですか。で、そうするとですね、もうみんな速攻書いて、その日のうちにはモデルデータで動くキャラクターが SNS にアップされたりするわけですね。あの素早さがね、やっぱね、落書きはバズるところの原因になってたかなと思いますね。すごい良かったですよね。今時ですよね。あの感じ。ちょっとね、こういう目とかも実は立体で描いた方がいいみたいな概念もあるんですけど、ちょっとやや手抜きします。よいしょ。ちょっとダメだな。コピーしないんですか？模様はコピーできないんですよ。立体ではめるとコピーできるってとこありますね。こう立体同士でポリゴンに描いてるので埋まるんですね。こういう風にね。ちょっと気に入らないのでやめました。この時にですね、微妙なテクニックがあるんですね。ラインペンを使います。みんな大好きラインペンなら。お、いったんじゃないですか。なぜかピンクになってました。この方がまだいいじゃろう。後ろどうなってんだろう。なんか耳の上が茶色くなかった記憶あり。ちょっとわかんないけど、この辺が茶色。なんかあんまり綺麗に塗れない。まあいいのではないか。多分この足は。消しちゃっていいの？落書きならではのコツみたいなのもね、結構あって、ウィキとかにすごいまとまってたりとかして、開発の僕らも驚くことが多かったですけど、結構足はですね、横から見た時に膝になるところを明確にこういう風に書いてあげると、割と思った通りのところで曲がってくれたりします。そうじゃないとですね、そこじゃないんだよみたいなところで曲がっちゃったりするので、横から見て膝はここよっていうのがもう明確に絶対間違えないでみたいな感じで書いてあげるのが結構コツだったりします。ノートのスクリーンショットがめっちゃかっこよくなるように書きたい人とかだとこうじゃない書き方をする場合もありますけどね、動きゃいいやっていう感じであればこういうやり方もあったりします。はい、一応尻尾も描いて、こんな感じかな。
一旦完成。完成だね。さあ、どうだろう。お、悪くないんでは30分ぐらいかかってるかなって。お、尻尾があるから尻尾回転の技を覚えてます。かっこいい。調整して何日もかけるとね、もっとかっこいいのができますが、こんな感じのぐらいだったらすぐ書いて動いて戦ってアクションゲームができちゃうっていうのが落書き王国の魅力でございますね。なかなかこの落書き王国の技術と同じようなフォロワーゲームは今もないんじゃないかなと思うので、また企画いろいろ作ってくると面白いのかなと思います。イエイ。というわけで久々に落書き王国2魔王城の戦いプレイをしてきました。懐かしかったです。何かいい企画思いつきました？ね、どうしようかなと思うんですけど、3つぐらいアイデアが今ありまして、1つはクロッカーと呼ばれるですね、超すごい僕らも描けないような落書きを描いちゃうような人たちを集められるだけここに集めてみんなで話をするっていうのが一つ。二つ目は開発者の中で集まれる人を集めて開発のディープなですね、開発秘話とか思い出話をするっていうのが二つ目。三つ目はですね、もうちょっと将来に目を向けてですね、落書き王国3を作るとしたら、どんな感じのゲームにするのかな、今時の PC のスペックだったらどんなことができるかなっていうですね、架空の企画会議をね、やってみるって。3つちょっと企画アイデアがあるんですけど、どれにしようかなっていう感じなんですよ。YouTubeにですね、なんとアンケート機能があるということを最近発見しましたのでですね、アンケート機能を使ってみて3案のうちどれが見たいか皆さんにちょっとお聞きしてみたいと思います。ただですね、1位になったからといって必ずできるというわけじゃなくてですね、いろんな人を集めるとか機材の都合とかもあるので、もしかしたらできないかもしれないですけども、頑張ってみるということでですね、どれが一番みんな見たいのかなというのをアンケートこの後取らせていただきたいと思っております。アンケートはコミュニティタブからできるみたいです。よろしくお願いします。はい、トップページにね、コミュニティっていうタブがあるので、そこを押すとアンケートができるようになるはずです。ぜひぜひアンケート答えてもらって、また次回ね、どういう内容になるかを皆さんのご意見で決めていきたいと思っております。というわけでね、今日はこんなところで、また次回お会いしましょう。さよなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。